はい、皆さんこんばんは。今日は10月の24日木曜日、今週もやってまいりましたわんぬうむいの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、信頼と安心を運んで34年、浦城タクシー、浦添市城熊にあります特定非営利活動法人障害者支援センター手だこ、そしてお菓子の部門クッキング手だこ、ともに日本の未来を考える SNS フリージャパン、報道されない真実がここにあるローマ字日記、タクシーのパーツとデジタル無線機のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。今夜のパーソナリティ、私ボッギーテドコンとゆうくにです。こんばんは。上津です。こんばんは。ひろしです。こんばんは。りかこです。こんばんは。はい、この5名で FM21 スタジオより1時間生放送でお送りいたします。どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん改めましてこんばんは、ボギーテドコンでございます。喉の方もですね、この2週間約3週間ほどかかりまして、どうにかこうにか、声の方も復活してまいりました。なぜかの熱などは一切出ないんですけどね、喉の方がガラガラしまして、一時ほとんど声も出ないような状況になっておりましたが、本当に多くの方々にね、大丈夫ですか、ご自愛くださいって言ってね、メッセージをいただきまして、はい、ぐんぐん良くなりまして、今日はこのぐらい声が出るようになっております。季節の変わり目、本当に台風がね、最近よく沖縄の近海を通るようになりましたが、こういった台風が一つ一つ、通過するにつれ、沖縄の方は少しずつ、涼しくなっていく、そんな感じがいたしております。今日ね、沖縄本島の東側を抜けていった台風28号ですか、結構大きな台風ではあったんですけど、今 FM21 のスタジオから見ると、暴風ではないですね。雨もちょっと降ってないですし、風がちょっと強いかなっていうぐらいで大きな被害はなかったかなと思うんですが、大東島あたりはどうだったんでしょうね。かなり暴風にさらされて、大変なことになっていると思うんですが、大きな被害がないことを祈るばかりでございます。今夜のワンヌウムイ、いつものようにですね、沖縄で報道されない真実などを中心にいろいろ県民の皆さん、全国の皆さんにお伝えしていきたいと思っております。でまた今夜はですね、なんともう本当に沖縄のメディアにはまず出ていただけないビッグゲストをお招きしてですね、1時間いろんなお話を聞いていきたいと思っております。その前にね、今夜は1曲まず流してから、ゲストの方のご紹介をしたいと思います。星条旗よ永遠なれ。はい、リスナーの皆様、なぜワンヌウムイで公共曲がかかってるんだろうなんてね、驚いてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日はたっての、リクエストもありまして、そして今日ねご出演いただけます、ゲストの方に、最大限の、敬意を払っての、ナンバーとなりました。今夜スタジオの方にお招きいたしておりますのは、第3海兵遠征軍司令官および米軍沖縄地区調整官のジョン・ウィスラー中将をお招きいたしております。ウィスラー中将、新聞でねちょっと見たことがあるっていうね、程度の方がほとんどだと思いますので、私の方から、ちょっと自己紹介のような形で紹介させていただきます。ジョン・ウィスラー中将、米海軍兵学校を優秀な成績で卒業、海洋工学博士号をお持ちです。1978年6月7日、賞与任官、上陸支援及び戦闘工兵隊小隊長で指揮官任務をはじめ、第31海兵水陸両用部隊とともに2度
西太平洋とインド洋へ派遣されております。第31海兵水陸両用部隊役務支援軍の上陸支援小隊とともにペルシャ湾で実施されたイーグルクロー作戦を支援した後、第3連隊第3大隊の大隊上陸チームの戦闘工兵隊長となります。第1海兵団の旅団支援軍の工兵中隊の副中隊長を務めた後、第1海兵師団第1戦闘工兵大隊に移動。同大隊の司令部中隊 B 中隊工兵支援中隊の中隊長を歴任。在任中第1海兵遠征軍の危機対応大隊の一部である B 中隊及び第5連隊第2大隊とともにホンジュラスへ派遣されております。沖縄の第1海兵航空団第17海兵航空支援軍第172海兵航空支援中隊の副隊長として左官レベルの指揮任務を始めております。引き続き第2師団第2戦闘工兵大隊長に就任。いろいろね、本当に素晴らしい経歴をお持ちでございます。将官としての主な指揮官任務は第2海兵遠征軍の第2役務支援軍司令官及び第2海兵兵隊軍司令官、イラクの自由作戦09における多国籍軍西部の副司令官、第2海兵遠征軍副司令官、第2海兵遠征軍旅団司令官を務められております。参謀としての主な任務、サンディエゴの海兵隊リクルートデポの施設整備担当士官、第一戦闘工兵大隊の大隊運用士官、海兵隊総司令官の水陸両用作戦計画研究グループの一員として砂漠の嵐作戦を支援いたしております。1991年7月から93年8月まで海兵隊副司令官としてジョージ・ W. ブッシュ大統領とビル・クリントン大統領に仕えております。本当にね、素晴らしいもう経歴で、もっともっとねお話ししたいんですけど、全部読みますとあと3分ぐらいかかりそうですのでこれにてもちょっとご紹介の方はね、ちょっと割愛させていただきますが、今日スタジオにお招きしましたのは今紹介しました第3海兵衛生軍司令官及び米軍沖縄地区調整官であらせますジョン・ウィスラー中将でございます。中将、こんばんは。どうもありがとうございました。こんばんは。実に素晴らしい日本語でございます。中将の方は日本語の方はどのぐらいできるんですかね。I do not understand Japanese very well at all, unfortunately. But by the time I leave, it is my goal to be able to understand more Japanese. 残念ながら日本語はあまりできないんですけれども、沖縄から離任する際まではある程度日本語ができるようにしたいなと思っています。いや、非常にありがたいですね。私たちスタッフもほとんど英語が喋れない一人を除いてね、ミセス美香子を除きましてほとんどが英語を喋れないということで、本当に I can't speak English but Japanese is good のメンバーが揃っておりますはい、このぐらい私でも喋れます。あとは分かんないですので美香子さんよろしくお願いしたいと思いますけどね。こういったふうに私たちの、ね、ような、番組に、海兵隊の沖縄のトップになるんでしょうかが出ていただきまして、いろんなお話をいただけるということは非常にいいことかなと思っております。今日は中将にね、ご報告がてら、今週の出来事をちょっとお話ししてみたいと思いますけど、今回フェンスクリーン去る日曜日に朝の9時から普天間ゲート3に集まりまして、恒例のフェンスクリーン作業を行いました。その際集まっていただいたのは確か58名でしたよね。はい、
もうたくさんの方々が集まっていただきましたけど、そのちょっと様子をですね、ひろしさんにちょっとお話ししていただこうかなと思っております。ひろしさん、よろしくお願いいたします。そうですね、ちょっと天気があまり良くなくてね、少しぱらついたりする天気の中、いつものメンバーが集まってましたね。本土からも2人か3人ぐらいいらっしゃってたのかな、初めていらっしゃった方は。で出て1時間ちょっとぐらいで終わりましたかね、掃除の方は。そんなところでしょうか。はい、今回なんか作業で変なものも見つかったということでね、ちょっとゆうくにさんにそこのところちょっとご説明いただきたいと思います。変なもの、まあちょっとすいません、まあ変なものっていうとちょっとまあ人間のが生活していたら出してしまうもの。なんでこんなところでエコーをかけてまあ茶色いもの、はい、もうそこのところで止めときましょうね。それ以上落とし物ってやつですか。そうですね、税金とも言ってますけど、非常によろしくないものがね転がっていたということで、私は非常にね、このフェンスを掃除して気づくことがたくさんあるんですけど、沖縄のこの平和運動っていうのはですね、いわゆる基地のこのフェンスを汚す、そして基地の中に、ビールの空き缶とかですね、家庭ごみを投げ込むと、それが平和につながると思っている人たちがね、未だにいるっていうことは、私たちはこれちょっとね、沖縄県民としてちょっと恥ずかしいなというふうに思うんですけどね。そうですし、こうやってビール飲んで後に多分飲酒運転してるんでしょうね。はい、こういったふうに平和運動をねそこでやる、そしてフェンスを汚す、そしてそこでビアアルコールを飲んでですね、フェンスの内側に投げ込んで車を運転して帰るっていうね、こういったのが平和運動っていうのは私はどうも考えられないんですけどね。沖縄の、これ江崎さんの言葉で反戦平和は免罪符という言葉がありまして、平和といえば何をしてもいいんだというようなお話がねまかり通ってると、これにお墨付きを与えているのは沖縄のメディアではないかと思ってるんですが、うちの番組ではそういったことは一切ございませんということでね。で、美香子さんの方も今回フェンスの様子とか見て気づいたこととかございますかね。英語で喋っても大丈夫ですよ。はい、気づいたことですか。私はちょっと先週参加していないので、先々週の話でも大丈夫です。先々週の話ですか。先々週というより日本を美しくする会の方々が私たちと合同で清掃をした時に清掃後3時間経たないうちにもうねフェンスにテープを貼る人たちが来て貼り始めたんですよ。で警察はそれを見ていながら、私は110番をして止めるように言ったんですけれども、注意をしなかったということがありましたね。はい、通報したんですね。通報しました。10月9日ですね。はい、そのようにねちゃんと通報もしているんですが、止めきれないっていう現実が今沖縄の方にあります。でも汚すんであればね、私たちが率先してきれいにすればいいということで、また今週の日曜日の朝の9時から普天間ゲート3にて清掃活動を行いますので、どうぞ多くの県民の方々がね子どもたちと一緒に参加し、そしてこの街の風景を取り戻す、そのご協力をお願いしたいと思っております。中条の方にはロバート博士の方から、この状況っていうのがちゃんと訳して伝えられているんですけどね、私たちからもまた今回中条にいろいろお聞きしたいことがございます。まず私の方から中条にお聞きしたいのは、
この沖縄に、維新田の方に4軍司令部というのがあるんですが、その4軍司令部でですね、このおられます4軍司令官、よく新聞に出るんですが、沖縄のほとんどの方々がこの4軍司令官の意味を分かってないと思います。4軍調整官。調整官ですね。はい。4軍調整官っていうのは、中将、ウィスラー中将、これはどういった、役割をお持ちなんでしょうかね。はい、どうもありがとう。Before I answer the question, though, I have to say thank you very much for your hard work, for cleaning up our fence line, for returning the dignity to the airfield that we try so hard to maintain there. And it means very much to us. This is my second time being in Okinawa. And it's been a long time since I was here before, but the one thing that has not changed about Okinawa is the warmth and the friendship and the absolute wonderful nature of the people and their outreach to us as guests. And so I just have to say thank you. その質問に答える前にぜひ皆さんに伝えたいことがありまして、でそれはまず感謝の気持ちです。皆さんが毎週今おっしゃっていたようにそのフェンスの、ですね、きれいにする活動とか、あるいは毎週私たちの応援支援をしてくださっていることを本当に感謝いっぱいです。で私たちが普天間飛行場をきれいに使う、そして宜野湾市の中にある普天間を丁寧に使用しているつもりですけれども、残念ながら汚されていることがあるんですけれども、皆さんの努力でそれをきれいにされている。で私は以前に沖縄に勤務することがあったんですけれども、約20年前ですけれども、あれからいろんなことが変わりましたんですが、変わっていないのは沖縄県民の温かさ、その友情が一切変わっていない。でそれは本当に2度目沖縄に勤務する私にとって本当にありがたいことです。どうもありがとうございます。And certainly the invitation to speak here tonight is, I think, just another extension of that warmth and that friendship. And so I say thank you for that. My youngest daughter was born here in Okinawa. She's in college now. She will come home this Christmas. And she's very excited to be back in Okinawa to her older brothers and sisters tell great stories, warm stories about their time here. So she now wants to come and have stories and memories of her own. でさらに感謝を申し上げたいのは今夜の番組に招待してくださったこと本当にありがたいなと思っています。でそれがまさに先ほど申し上げたその県民の温かさ、その友情の表れというふうに思っています。で実は私の末っ子の、娘ですけれども、彼女は沖縄に生まれました。で現在大学生ですけれども、今年のクリスマスに、カミングホームします。でカミングホームというのは沖縄に帰りますということです。で彼女の、お姉さん、お兄ちゃんたちが沖縄のことをよく覚えてたんですけれども、彼女は非常に小さい赤ちゃんだったので、あんまり沖縄のことをはっきり覚えてないんですけれども、非常に楽しみにしているらしい。The two jobs that I have here on Okinawa are very different. The first job as the 3 Marine Expeditionary Force Commanding General, or 3 MEF CG. I command all of the Marines who belong to the 3 Marine Expeditionary Force, most of which live here on Okinawa, but some live in Hawaii, some are in Korea, some are on mainland Japan at Iwakuni. And then as well, periodically we have Marines who will be in Australia.
although they are only in Australia 6 months of the year. So I command all of those Marines, and it is my responsibility to prepare them to be able to meet a wide variety of missions, everything from the defense of Japan in line with the Japan-US Security Alliance, from any enemy that would threaten Japan, to humanitarian assistance or disaster relief operations, not only in Japan, but anywhere in the Asia Pacific. でご質問ありがとうございました。ですね、私の主な仕事が2つありまして、でその2つの仕事が、だいぶ違っているんですけれども、まずその海兵隊の司令官として、で私は第3海兵遠征軍の指揮官、司令官でございます。で、私の海兵隊の仕事としては、私のですね、管轄下にあるすべての隊員たちの任務を達成するための訓練、あるいはそういった機会をですね、設けて、いつでも対応できるようにさせています。で、その隊員たちはどこにいるかと言いますと、その多くは沖縄におりますけれども、それ以外に韓国、そしてハワイ、さらに日本本土で、本土には岩国、そして富士の方にもいます。で、さらにオーストラリアの方にも最近その部隊の展開が行っています。で、オーストラリアにいる隊員たちは約6ヶ月間オーストラリアに滞在するローテーションで行っています。で、どういう任務が彼らは持っているかと言いますと、まず日本の防衛に寄与すること。で、この日本の防衛の寄与はご存知のように日米安全保障条約に基づいて行っています。で、さらにかなりその活動が多くなったのが人道支援、救援活動というものです。で、いつでもどこでも対応できるようにさせようとしています。As the OAC, or Okinawa Area Coordinator, I am the senior U.S. military representative on the island of Okinawa. And in that, I have responsibility to coordinate with the Okinawa prefectural government for all of the actions that take place by military members here on Okinawa, whether they're in the Marine Corps or the Army, the Navy, or the Air Force. In that responsibility, I meet with all of the local governance structures, from the mayors to the prefectural assembly members to the governor himself, to ensure that we can communicate to them the importance of why we are here, and whenever our situation changes, such as it did a year ago when we brought the V-22 Osprey here, the coordination meetings were done by my predecessor, who was also the Okinawa Area Coordinator. But those are the responsibilities, to make sure that we act as good neighbors and that we can continue to build the strong relationship that we've had for a very long time here on Okinawa. で、もう一つの仕事である沖縄四軍調整官という OAC という仕事も持っています。で、その場合は沖縄にある米国の四軍のトップとして務めています。で、四軍というのは海兵隊をはじめ空軍、海軍、米陸軍ですけれども、で、そのトップとしてその地元の政府、沖縄県の場合で言えば沖縄県庁、沖縄の県知事をはじめ
各市町村との間のコミュニケーションを図り、あるいは拡大、進化する立場であります。で、コミュニケーションが極めて重要です。時々その我々の体制に変更あるいは変化があったり、一つの例を申し上げると、昨年の夏秋から新しいオスプリ MV22 のオスプリが配備されたんですけれども、丁寧にその配備の計画あるいはその具合状況を説明していたつもりです。でこれ私の前任者が行っていたものですけれども、今後何かの変化があった場合、これが四軍調整官の立場にある私が行うことです。でさらにその沖縄にいる米軍の関係者が一層良き隣人という目標を目指しています。でやっぱり一番重要なのはその強いいい関係をその沖縄県民との間で持つことというふうに私は考えているんですけれども、でそれが私の四軍調整官の仕事であります。As an example of one of the things that I do as the Okinawa area coordinator, I meet with the senior military counterparts from the other services, and collectively we decide on what policies we will put in place for all military members while they are outside of our camps, while they are what we call on liberty, when they are out enjoying the local Okinawan culture. And so we try very hard to ensure that the rules that we have in place for our Marine soldiers, sailors, and airmen are absolutely what they need to be to ensure that we can continue to be the good neighbors and to continue to enjoy the Okinawan culture. でどのようにその四軍調整官の仕事を行っているかといいますと、定期的にその四軍のそれぞれの代表を定期的に集めて、各軍種のそのルールを調整したり調和させているんで、例えばその施設の外に行く場合、どのような行動をするのか、どのルールで外に行くのか、それを話し合って決めることがたびたびあります。で、それを通じてその沖縄にいる軍の関係者がより良き隣人になるというふうに考えています。はい、ありがとうございます。早速ですけどメッセージの方が、届いておりますので、これちょっと上さんの方にちょっと読んでいただきましょうかね。はい。はい、では私から読ませていただきます。うるま市在住ラジオネーム3丁目のウィルソンさんからいただきました。ありがとうございます。読みます。皆様こんばんは。まずはじめにウィスラー中将へ、東日本大震災時にいち早く被災地へ多大なる支援をしてくださったことにとても感謝をしております。我々日本人はオペレーション友達を通し、あなたの行動力、そして強靭なパワーに敬意を表し、日米同盟の重要性を改めて認識することができました。私は生まれも育ちも沖縄で、すぐ近くには基地があり、とても身近にあなたを肌で感じてきました。家族でドライブに行った際には、信号待ちや隣り合わせにもなった兵隊さんに手を振っては、ニコニコと満面な笑みで返してくれたことを、今となっても鮮明に覚えております。私はつい最近ですが、初めて自分から行動を起こし、ボランティア活動に参加しました。それがフェンスクリーンプロジェクトです。フェンスクリーンに参加して、フェンスが汚されている現状、
それを一般市民が集いボランティアで水槽をしていることをありのまま Facebook に投稿しました。すると大勢の友人から称賛のコメントを得ることができました。私は少なからず大多数の良識がある日本人はゲートの前での平和団体のヘイトスピーチやフェンスを汚す行為に疑問を感じ、心を痛めているのだと思います。私はあなた方アメリカを過去の歴史を踏まえた中でも決して憎むことはありません。より良い世界を目指し共に頑張っていきましょう。 Thank you for protecting the Japan。 以上です。はい、非常に熱いメッセージですね。はい、なんとウィスラー中将にですね、岩国市のなんと岩国市の市会議員の石本さんからメッセージが届いております。ボギーさん、こんばんは。日々のご活躍の様子を Facebook で拝見いたしております。心から敬意を表する次第。沖縄の基地の安定的な運用のために岩国から一生懸命応援いたしております。沖縄からのオスプレイや今後の空中給油機の一遊については必ずや多くの岩国市民は理解するものと確信いたしております。日米同盟万歳。ジョン・ウィスラー中将によろしくおっしゃってください。岩国市議会議員石本さんからですね。はい、これじゃあお渡しください。いや実に素晴らしいですね。このような形でやっぱりメッセージ来るっていうのはいろんな方々が、このフェンスクリーン、ハートクリーン、そしてこの番組を聞いていただいているっていうことに他ならないかと思います。ここで一曲、流しまして、次の、質問の方に行ってみたいと思います。はい、また新たにメッセージが届いておりますので、ミセスミカコの方から紹介していただきたいと思います。お願いします。はい、ペンネーム長やんさんより、こんばんは。毎週このラジオを楽しみにして勉強しながら聞いています。本日は素晴らしいゲストがいらっしゃると聞いて番組出演への感謝をいたします。下記の文は第3海兵遠征軍司令官および米軍沖縄地区調整官のジョン・ウィスラー中将の方々へのメッセージです。こんばんは。基地周辺では平和団体と名乗る方々が米兵に罵声を浴びせて県民として恥ずかしく、私からも基地関係の方々に皆様に不愉快な行為があったことを深くお詫び申し上げます。ところで沖縄、日本のために頑張ってくださっているアメリカ軍の方々にエールを送りたいと思います。英語で If people don't like you, that's their problem, not yours. Don't change to fit their standard. You are who you are. 訳、もし人々があなたのことを嫌ったとしても、それは彼らの問題であってあなたの問題ではない。彼らの基準に合わせようとして自分を変えないで、あなたはあなたなのだから。これからも未来の沖縄、日本のためによろしくお願いします。いや素晴らしいですね。いやなんかこういうメッセージ来ますとジーンとしますね。はい。勉強しながらっていうから学生さんですよね。そうですね。私たちもでも勉強中ですよね。はい。早速なんですけど、じゃあ今日のアシスタントの皆さんから、中将の方にまたご質問の方お願いしたいと思います。どなたからじゃあ。そうですね。ですね、米軍の駐留に関しては、よくやはり抑止力を維持するために必要というふうにあちらこちらで聞くんですが、ちょっとその抑止力ということを米軍側ではどう定義されているのかお願いします。As I stated earlier, as the 3MEF commanding general, my responsibility is to train the Marines of 3MEF to be able to respond to any crisis. But what we would rather do than respond to any crisis would be to prevent a crisis.
And so the expeditionary nature of the Marine Corps, our ability to respond quickly anywhere in the Asia-Pacific region, particularly in partnership with our United States Navy, gives us a very strong capability that we can project our power and our crisis response anywhere in the region if we have to. Combining that ability to respond quickly with our forward basing, particularly here in Okinawa, it gives us the ability to meet any requirement. And so any potential adversary, anyone who would seek to do harm, particularly to the Japan-US alliance, must look and understand that this force, very capable of quick and rapid response, could counter any act that they would try to achieve. And in my mind, the strength and the expeditionary nature prevents that crisis from happening. And in my mind, that's deterrence. 抑止力がちょっと難しい概念ですけれども、実は毎日行っていることです。で、先ほどの第3遠征海兵遠征軍の話をしていたんですけれども、でその中で私の隊員たちがいつでもどこでも対応できるというお話がありましたけれども、本来ならば対応しなくていい環境を作ることが一番ベターである。で、その対応しなくていい状況を作るのは、環境を作るのは、これは抑止力です。で、海兵隊がその独自な作戦行動ですけれども、まさにこの米海軍と連携して、しかも前方展開している部隊が沖縄、日本に置かれているので、いつでも早く遠征的に対応できる。で、そういう能力を毎日維持している、いわゆる即応体制を維持していることによって、この日本、あるいはこの地域に悪影響を与える、他の国、あるいはこの他の脅威が行動を起こす前にまず考える。こういうような部隊、あるいはこういうような同盟関係があって、本当に悪いことをこの地域に起こすのか、やっぱり考え直すことになる。これはまさに抑止力というふうに考えています。はい。There are two aspects to that expeditionary nature that I have to highlight. One, it's not just U.S. only. It's our partnership, and particularly our partnership with the Japan Self-Defense Force, and in our case as Marines specifically, the Ground Self-Defense Force. And thus the training that we can conduct together to understand each other, to be able to respond to these crises together, is critically important to our ability to be successful and to add to that deterrence that I talked about. で、遠征的な活動を申し上げていたんですけれども、これぜひちょっと強調したいのは、まずこれが米軍だけが行うことではなく、この同盟国と、あるいはその友好のある国々との連携が欠かせない。で、特に海兵隊の場合は、日米の関係があるんですけども、海兵隊の場合は、自衛隊で言えば、特に陸上自衛隊と緊密な連携関係を持っています。で、共同訓練とか、あるいはさまざまな会合、交流の機会を通じて、お互いの能力を向上させ、そしてお互いに理解することが可能になるということです。で、
こういった同盟国の協力がなければ我々の活動が成功できませんということを強く考えています。The second is what gives us the ability to respond so quickly is that we respond as a Marine Air Ground Task Force. The integration of all capabilities from ground to aviation to logistics to the command and control. And in order to be ready to respond, we must train as that Marine Air Ground Task Force. And that's why it is so vital that our aviation assets, our ground assets, and our logistics assets are located in the same general area so that we can coordinate the training amongst those various elements in order to be ready to respond to any crisis at any time and make a difference. で、なぜ海兵隊がこんなに早く対応できるかと言いますと、私たちは MAGTAF という運用概念を使っています。で、MAGTAF というのは海兵空陸任務部隊、あるいは、日本では機動部隊と呼んでいますけれども、MAGTAF というものです。で、MAGTAF はその4つの要素から構成されています。司令部の機能、地上部隊、航空団、そして兵隊の方、この4つのものがセットになっている。で、これ非常に重要ですけれども、この4つのものが近くに一緒にいないと、そのお互いのコミュニケーション、あるいはその訓練ができない。で、幸いに日本、沖縄の場合は、ですね、第3海兵遠征軍は近くに一緒にいることで、訓練ができ、いつでも対応できる状態です。はい。Perhaps the most beautiful display of the Marine Air Ground Task Force recently is the response of the Marine Expeditionary Unit during Operation Tomodachi in March of 2011. An ability to coordinate the aviation assets, the ground distribution assets, the command and control to know where those who needed the most help were and to be able to respond to there, and the logistics to sustain all of that operations in an area that had been absolutely eliminated of any ability to sustain itself, I think is a perfect example of why we train that Marine Air Ground Task Force to respond to any crisis, but particularly where there's human suffering. で、今申し上げていた MAGTAF、海兵空陸機動部隊、任務部隊の最も目に見える形というか、その美しいと言っていいぐらい対応は実は2年半前の東日本大震災の時で活躍していた第31海兵遠征部隊だったと思う。彼らはすべての要素を持って展開していた。例えばその指揮統制の機能を持つものとか、あるいは地上部隊、あるいは航空部隊、さらに兵隊部隊を上手にうまく展開していた。で、兵隊の方ですけれども、ご存知のように東北では相当の被災されたんですけれども、したがって地元のインフラがない状態だったんですけれども、海兵隊が自らの能力を長く発揮できて、地元にその影響を与えず、むしろその支援、救援活動が無事にでき、成功したということが言えると思います。で、残念ながら、いろんな、この地域にいろんな人道支援活動が、必要とされる地域ですけれども、この幸いにこの MAGTAF というものは、
そういった作戦で非常にうまく使える組織の編成です。はいはい、ありがとうございます。次、うちのスタッフの方からまた質問があると思います。はい、改めて大震災時の援助に本当に感謝を申し上げながら、あの時にこのオスプレイというものがあれば、またどれだけのこの支援ができたのかなというのも想像を巡らしてしまうんですけれども、このオスプレイの能力と安全性について改めてご説明をいただければと思います。Certainly. First of all, the Marines and sailors of 3 Marine Expeditionary Force of the 3MEF have responded to 9 major disasters since, 14 major disasters since 2004. So a frequency of just about every year. What made that response, I think, so personal for our Marines and our sailors was that it was our friends and neighbors who were affected by it. We often respond to other places around the Asia-Pacific region, but this was one that, quote, struck home. And so that's why it was so important. ですね、大変いい質問です。ありがとうございます。あとコメントもありがとうございます。ですね、ご存知の方もいるんですけれども、遠征軍は実は2004年から約14回の大きな救援活動に参加してきたんですけれども、で東日本大震災への支援はなぜ私たちの海兵隊にとって特別な意味があったかと言いますと、これは私たちの近所友達たちが困っていたからです。アジア太平洋地域のあちらこちらで作戦を展開してきたんですけれども、自分の第二ふるさと、自分の家の近くが被災したことで、私たちがどうしても救援したかったんです。So, as soon as the disaster occurred, Lieutenant General Gluck, my predecessor, the commanding general of 3MEF, sent C-130 aircraft to Iwakuni. No request. He knew they would be needed. Simultaneously, he began to move CH-46 helicopters, but they did not have the range to fly straight from here to Iwakuni and had to fly island to island to refuel along the way so that they could make it to mainland Japan. And then simultaneously, the Mew was recalled from training so that they could steam north. With the V-22 Osprey, they could have responded straight from Okinawa to the site most devastated with appropriate support personnel, with medicines, with food, with water, with medical care, from here to there, and then evacuated either out onto a Navy ship to refuel and then to begin that process again. So their tremendous range allows them to respond where no other helicopter could respond. で、東日本大震災のもう直後に私の前任者であるグラック中将がまず要請がないままに岩国の方に自分の飛行機である KC-130 を派遣した。で、これほど大きな震災ですので、まず被災地の近くまで海兵隊の施設間で移動させた。で、同時に CH-46 という古いヘリコプターを飛ばしたんですけれども、残念ながらものは非常に遅くて、島ごとに降りて、ですね、補給せざるを得ない状態だった。ものすごく時間かかった。
で、さらに同時に遠征部隊を東南アジアで訓練していたんですけれども、急にそれを延期させて日本に戻したんで、もし今のご質問、その MV22 が持っていたら、沖縄からそのまま被災地まで必要とされるその医療関係のもの、食べ物、毛布、お水とか、その救援を行う隊員たちをそのまま運ぶことができた。で、その任務が終わって、その後方のところ、または船に行って、さらに補給したり、あるいはその必要なものを搭載させるという、本当にどこでも活動できる素晴らしい飛行機です。はい、どうもありがとうございました。はい、非常に分かりやすい説明でね、県民の方々も非常に参考になったかなと思います。聞きたいことは本当にもっともっとたくさんあるんですけどね、今日はもう早速1時間時間が来てしまいました。次回ですね、またもっと突っ込んだ質問を、中将の方に、投げかけていろいろお聞きしたいと思います。今夜、スタジオの方にお招きして、快く快諾していただきました、ウィスラー中将、そしてロバート博士、そしてね、美香子さん、スタッフの皆さん、心から感謝したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。